で、指揮者の人もまだ指揮も下ろしてないのに、ブラボーみたいな感じで。そう、あんまりね、我先に言わなくてもね。そうですね。そうかにマナーと静かにって感じですね。そうそう、演奏会中、まあ静かに。でも、やっぱり、日本はすごく静かだと思いました。私、日本にいた時に、思いますよね。日本にいた時に、まあ、コロナもあるから、あまり咳をできないじゃないですか。咳とか何とかしちゃいけないっていう緊張感から、なんか、毎回、龍角散舐めてたんですよ。なんかもう、私ももう、咀嚼は違うか。だっけ園芸。なんか、昔はなかったような、ちょっとなんか、むせちゃうみたいな。そう。だから、私もその年かと思って、龍角散を舐めてたわけですよ、いつも。もう緊張しちゃって、もうなんかもう座った瞬間に、龍角散みたいな。なってたんだけど、演技力っていうのがやっぱ落ちますよね。だんだんね。衰えるというかね。で、そう。イガできちゃう。年とともに。そう。それで、なんか、毎回舐めてたんですけど、こっち帰ってきてコンサート行った時に、龍角散忘れて、で、そのまんま行って、大丈夫だったんですよね、全然。で、多分もう、我々入れていいのかわかんないんだけど、日本人っていう民族はずっとこの、静の静かという何かをね、飼ってきてて、もうそれが根付いてて、だからホールにものすごい静かなんだと思う。なんかもうほんと静止してる感じいや、ずっと動けない。あれはあそこまで静かだったから、龍角散必要だったのかも。そうか。でもまあ、ね、すごい大事な、いいところでさ、死んでたみたいなさ、大丈夫心配になるようなね、こともありますけど。なんか楽章と楽章の間の咳払いがすごい演奏会ありますよね。そう。多分ね、皆さんがもう使っても我慢して、もうここぞ、みたいな。今のうちにしとけ、みたいな。そう。みんな、なんかしだすと、ここでしといた方がいいかな、みたいな。必要だったら、とか言ってやっちゃう。お手洗い現象みたいな。ちょっと言った方がいいんじゃないみたいな。本当にそんな感じですよね。日本の静かさはやっぱり日本人が持ってるものなんだと思う。前に踏切した時に言われたことあって、なんかまるでいないかのようだったの。そうです。私、の国の民族だって言われて。踏切は気配消せるのは大事じゃないですか。そう。必要にスッと現れてめくるの。死の国の忍者。まあ、それですね。まあ、そう、静かに。まあ、基本的にそんな、気配出さなくていいんです。いや、そう、気配は大丈夫。気配は大丈夫。ある程度、普通にね、普通に、全然息もできなくなっちゃうんですよ。咳払いとかも、まあ、もう出ちゃったらまあね。しょうがないもんね、そう。あんまり我慢すると、なんか、出た瞬間のその反動がすごかった。もうね、私、もう本当になんかむせちゃったりしたことがあって、で、しかもね、それがサントリーの、裏側の席だったの。もう、指揮者からもすごいよく見えるし、でも、お客さんとかからもすごいよく見える席なのに、もうむせちゃいそうになって、もうね、すごい我慢して、もう涙が出てきちゃって。涙出てくる、涙出てくる。我慢すると涙出てくる。もうどうしようもない時はもう出るっていうと。そんなに、多分ね、演奏してる方はね、正直そんな気にしてるならない。多分聴いてる方が気になると思います。自分で聴きに行ってる時に、ガサガサっていう、開ける音とかの方が気になるじゃない。なんか、飴舐めなきゃと思って飴の音をガチャガチャっていう方が、むしろ、咳するより飴の音の方が気になる。カンタラ入りドロップとか悲惨ですね。出ない。カンカラみたいな。みたいな。これカーベル入ってたっけこの曲みたいになっちゃいそうですけど。
おしゃべり舐めた方がいい言ってたし、カンカンカンみたいな。それはなんか、学習館の間にでもやってもらえる。そんな人いない。で、あとは遅刻、曲間にしか入れないので、そうです。曲の間に入運が良ければ学習館で入れるかもしれない。入れるか入れないかっていうのはそのコンサートによって違うし、曲によっても、ここは学習館は、開けられないっていうのもあるし。まあ、ね。そうですね。興奮するような大きな音から繊細な小さな音まで、幅広い音色を楽しむっていう。確かに本当。そして拍手のタイミングですね。拍手は基本的には学習館ではしない。これがね、学習館ってなんだよっていう。ソナタとかね、交響曲とかね。学習館ではしないですよね。とかね、でも、難しいのは、曲と曲、ちゃんと、またいなくなっちゃった。今、新里さんって言おうと思ったらいなくなっちゃった。ほら、ショパンのバラード全曲とかね。全曲は、もうプレリュードは、ショパンのプレリュードは全部一緒に、通しで弾くのが基本スタイルなので、途中で止まらないし、途中で拍手しないのも当たり前なんですけど、例えばショパンのバラード4曲弾きます。あった時に、違う曲なんだけれども、なんか演奏者が集中してそこにいたら、一曲一曲はなんか、しない雰囲気になるとかね。なんか一曲ごとにも言えないし。そうですね。立ったら、演奏家がね。そう。でもなんかこう、ってなった瞬間にね、立つ前でもしていい時は、ありますけどね。だからそこはでも、ちょっと慣れてないと難しいかもしれない。でも周りがしたら誰か知らない人が、その、学習館で知るっていうのを知らない人が、つられて、そうなんだってしちゃうとかね。ありますよね。2楽章とかがさ、スケルッツォとかでめっちゃ盛り上がってさ、みたいなね。わーってなってやったらもうそれするからね、ありますよね。あるある。私も使ったことありますよ。前にコンサート行った時に、無料のコンサートだったんで、みんな来てて、いろんな人。で、ほんとバリバリのクラシックなんですけど、一回拍手がわーってあると落ちるみたいなのが集中力とかがあるから、多分切りたくないから、演奏者の人が、スーってしたけど、スーって折って、この手をつけたままこうやって譜面をめくったら、誰も拍手しないっていうのは、こっちがなんか、へーとかなっちゃうと、みたいな。なんか、当たりくじみたいになってきましたね、新里さん。なんかこう、当たった時に現れるみたいな。拍手はね、ちょっと様子を見る。全く、初めてコンサートに行くで、全く曲を知らなかったら、ちょっと様子見てもいいのかもしれないですよね。あんまり、フライングブラボーとか。フライングブラボー恥ずかしい。あと、曲の音が終わったからといって、演奏者的にはまだ、その、音の終わりの後のままで、もう1秒待ちたいみたいな時もね。ありますよね。そうなんですよ。これね、演奏が終わった瞬間に拍手やブラボーが、フライングブラボー。フライングブラボー。あんまりフライングブラボーは、多分、演奏者はね、多分あんまり気にしてないんだけど、お客さんが気になるかもしれない。余韻をね、味わってる時がありますからね。言われる分にはね、そんなに多分あんまり気にしてないけど、自分の演奏会に行ってすっごい集中して聴いてた時に、で、指揮者の人もまだ指揮も下ろしてないのに、ブラボーみたいな感じで。静かに終わって、糸がまだこの辺で繋がってるようなイメージ、私ね、ある時に、スタラララー、ブローみたいな感じで、なんか目覚まし、あれ目覚まし時計みたいな感じで、ブワーみたいな。びっくりした。なるから、
もう、静かなほど、まあ、3呼吸ぐらい置いて。そう、あんまりね、我先に言わなくても、そうですね。慣れてからの方がいいかもしれない、ブラボーは。ね歌舞伎なりたいよ歌舞伎のなりたやみたいなやつ。ここぞっていう時って、わわかんないじゃないですか、やっぱりね。かんないです。全然不思議となりたやがなりたやっていうか、中村屋なんでもいいんですけど、タンタン、なりたやみたいな。相当慣れない。私が書くことは一生ないです。まあブラボーはね、言っちゃいますよ。ね。ブラボー。ブラボーはね名前の私の声がいまいち。コメント。チャイコ語の4楽章で終わってないのに観客が拍手してしまってる CD ありましたね。へぇ。CD。じゃあライブ CD ってことですね。そういなくなっちゃう。終わってないのに。演奏でもありますよ、なんかね、終わってない一瞬なるんだけれど、まだ終わってないみたいな。だけど、ちょっともう今、パッと出てこないですけど。で、みんながうわーって。まあね、でも興奮状態だから、まあ。最古のホラーの4楽章だったら想像つきますね、興奮しちゃってるの。ねトーベンとか、まあ、知ってる人は知ってるっていうあれだけど、ちゃん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 、ちゃん、ちゃん、ちゃんちゃんちゃんみたいな感じで、いつこのちゃんは終わるんだみたいな。それとですよね。ちゃん、ちゃん、ダダーンみたいな感じだから、ちゃん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 で、終わったって思ったらまだ最後の一言から。指揮者がまあ、押すまでは。そうそう。基本指揮者が下ろすまではね。大丈夫ですか？よかった。そう、最後なんで終わりになります。また切れるかもしれないけでど。ももう終わりなんだ、そう終わりですね。はい。すいます。静子さん、またお話ししたいです。せん。ぜひぜひお願いします。 3分に1回消えていく。シュワッチが消えていってしまって。なんでだろう。すみません。電波かな。人は、人間が切れるってことはないような、音声が切れるとかないような気がしなかった。音が入って。そう、首から首ですね。コンピューターがね、苦手だからね。私よく、とぼけてるって言われるけど、すごいコンピューターは使える方なんです。のぞみさんはね、すごい使いこなしてます。すごいですよね。けいこさんは私は、すごい普通な、なんか自分からどんどん使っていくっていう感じではない。言われたら言われたことはやる。そう、でも、コンピューター、基本的には、普通の人間が使えるように、頭のいい人たちが研究して、それならあなたたちも使えるわよっていう状態にして提供されているものなので。iPhone とかも、iPhone は説明書はない。それはだから手探りでやっていってできるように作ってあるからだみたいな。そう。私は別に与えられたものをそれこそ、コンピューターを開発するのは無理ですからね。では皆さん、お聞きいただいていた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい。ではまた、失礼します。